皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日は日本の給食についてお話ししたいと思います。日本の学校ではほとんどの小学校と中学校で給食があります。これは1947年に始まった制度です。政府が決めた栄養の基準に基づいて毎日の食事が作られます。子どもたちにとって給食の時間はただ食べるだけでなく、栄養について学んだり、食べ物の大切さを知ったりする大事な時間です。また、給食はみんなで同じものを食べるので、友達とのコミュニケーションの場にもなっています。給食の費用は保護者が支払いますが、経済的に支払いが難しい家庭には支援があります。学校給食費の平均は小学校で月額4343円、中学校では月額4941円です。こちらは平均なので、自治体によって金額は変わります。また、完全に無償化にしている地域もあります。栄養バランスの整った給食は、親にとってもとてもありがたいものになります。地域によっては、地元の野菜を使ったり、地域の食文化を反映したメニューを出したりすることもあります。このように日本の学校給食はただの食事の時間以上の意味があるのです。給食の目的はすべての子どもたちに栄養のバランスが取れた食事を提供することです。このため給食にはいつもいろいろな食べ物が含まれています。まず主食としてご飯かパンが出ます。ご飯の給食は週あたりの平均実施回数は 3.5 回で、パンよりも少し多いです。日本ではご飯は非常に一般的な食べ物で、多くの健康的なメニューに使われます。次に主菜と副菜があります。主菜はタンパク質を多く含む食品で、魚や肉、豆類がよく使われます。副菜は野菜や海藻などビタミンやミネラルを豊富に含む食品から作られます。これらの料理は子どもたちの健康を支える大切な部分です。ほとんどの給食には牛乳がつきます。牛乳はカルシウムが豊富で、子どもたちの骨を強くするのに役立ちます。このように日本の給食は子どもたちが成長するのを助けるためにバランスよくさまざまな栄養素が考えられて組み込まれています。日
本の学校給食では、その季節によって変わる食材を使うことが多いです。例えば、春には春野菜の煮物などが出ます。これにより、子どもたちはその時期に旬の食材を楽しむことができます。また、地元の食材を使うことで、地域の農業を支援する効果もあります。給食の時間は、ただ食べるだけでなく、教育の重要な部分とされています。給食では、正しい食べ方やマナー、食べ物の大切さについて学びます。先生や給食のスタッフがどのようにして料理が作られ、なぜその食材が健康にいいのかを説明することもあります。この教育は子どもたちが健康的な食生活を送るための基礎を築くのに役立ちます。日本の学校給食は食育にも重点を置いています。子どもたちは多方面から学び、成長する機会を持てるのです。日本の学校では、生徒たちが給食当番として活動しています。給食当番の主な仕事は、給食の配膳と片付けです。生徒たちは協力して仕事をする経験を積み、責任感やチームワークを学びます。また、自分たちで食事の準備と片付けをすることで、食べ物の大切さや感謝の気持ちを持つことが促されます。その時に使った給食着は、使った子どもが家に持ち帰り、きちんと洗濯をして、またきれいな状態で次の子が使えるようにします。日本の学校では、アレルギーに配慮した給食を提供するところが増えています。アレルギーがある生徒には、安全で食べられる別のメニューを用意します。これにより、すべての生徒が健康的に給食を楽しむことができます。学校では、アレルギー情報をしっかりと管理し、生徒一人一人に合った食事を提供することで安全性を高めています。給食の一番人気のメニューはカレーライスです。おかわりをする子も多く、クラスメイトと食べるカレーは格別のようです。皆さんは給食のメニューは何が好きでしたか？よかったらコメントで教えてくださいね。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はこのミネラルウォーターと一緒に散歩をしていきますね。皆さんは愛の告白をするときに何と言いますか？ I love you でしょうか？今でこそ
日本の若者も告白しますが、昔は違いました。日本人は恥ずかしがり屋の人が多いです。なので、昔は愛を告白するときに直接的な表現をしないことも多かったのです。では、どのように愛を伝えていたのでしょうか。その言葉は、月がきれいですね。ロマンチックで恥ずかしがり屋な日本人は、愛しているではなく、月がきれいですねという表現で愛を伝えることもありました。では、月がきれいですねと言われたら、どのように返すのがいいのでしょうか。今日は日本ならではの間接的な表現についてお伝えします。月がきれいですねへの返し方。OK の場合、こんなにきれいな月は初めてです。恋をすると普段見慣れた景色も新鮮で鮮やかに感じられますよね。月の光がこんなに美しいなんて恋をするまで知らなかったという意味を込めて告白への感動を伝えてみるのもいいでしょう。これからもずっと一緒に見てくれますか？会話の流れとしてもスムーズで、お互いの気持ちを確認し合える言葉です。ずっと一緒にの中には、これからもずっと一緒にいたいという気持ちを表しています。告白に対する OK の返事です。きっと相手にも伝わるでしょう。今ならきっと手が届くでしょう。本当に月がきれいですね。今ならきっと月の光に手が届くと思いますよ。と返すことで、あなたの気持ちは届いていますだけでなく、自分の気持ちも伝えることができています。あなたと見るからきれいなのです。月がきれいですねはストレートな表現ではないですよね。返事の仕方によっては意味がぼやけてしまうこともあります。でも相手を見つめながら、あなたと見るからきれいに見えると答えることで、相手のことを特別に思っている気持ちを伝えられます。自分の気持ちがすでに決まっている場合に使いたいセリフですね。月はずっときれいでしたよ。月がきれいですねと言われた後、あまりに直接的な表現で返すのはナンセンス。月はずっときれいでしたよと
いうことで、実は私もずっと好きでしたという気持ちを伝えることができます。これはお互いの気持ちが通じ合う、とてもロマンチックな瞬間です。どう思いますか？素敵な感じがしますよね。月が綺麗ですね。への返し方。NG の場合。NG の返事をする際は、いいえと直接言うのは避けて、相手が自然と理解できるように伝えましょう。話の流れで相手に優しく断る方法を見つけると、印象がずっと柔らかくなります。文脈を読んで相手に察してもらうのがコツです。残念ですが、私には月が見えません。これは日本でよく使われる断る時の優しい表現です。月が見えないということで OK はできないという意味になります。直接的ではないですが、月を使って柔らかく断ることができます。恋愛は考えていないというときは、今は月を見る余裕がないんですと答えることで、自分の気持ちを伝えられます。これは相手を傷つけずに自分の気持ちを伝える、とても洗練された方法ですよ。私には星の方が綺麗です。月よりも星の方がいいと返すことで、間接的にこれは恋愛よりも友情を大切にしたい、または他に特別な人がいることを優しく伝える方法です。月の美しさを否定することなく、私にとってはと始めることで、相手への敬意を表しています。私には明るすぎます。月が明るすぎるということで、自分にはその光が強すぎることを伝えます。これは、あなたの気持ちはありがたいけれど、私にはもったいないという意味を込めた表現です。断るときは、相手が勇気を出して告白してくれたことに対して感謝を伝えたいものです。一緒にきれいな月を見てくれてありがとうと伝え、その後に、でも私には明るすぎるんですと続けることで、自分の気持ちを優しく伝えることができます。手が届かないからこそきれいに見えるのです。これは月は遠くて手が届かない。だからこそ美しく見えるという意味です。遠いものは時にはもっと魅力的に感じられるものです。また、この表現には近づきすぎないでちょうどいい距離を保とうという意味も
込められています。相手に対してはっきりとした距離を保ちたいときに、この表現を使うといいでしょう。いかがでしたか？あなたの国ではどんな愛の告白がありますか？ぜひコメントで教えてください。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はコンビニで購入したスターバックスのアールグレーの紅茶と一緒に散歩をしていきますね。日本の食文化はどんなイメージですか？豪華なお寿司や美しい懐石料理でしょうか？でも実際はそんなものを毎日食べてる人は少ないです。だって日本にはリーズナブルで美味しい飲食店やチェーン店がたくさんあるからです。平均的な人が普段の生活でよく行くお店、これ気になりませんか？そこには高級店にはない普通の人の生活と雰囲気を感じられます。今日は一緒に日本の普通の美味しさを探してみましょう。ラーメン。日本ではとっても美味しいラーメンが食べられます。一蘭や天下一品は日本で人気のラーメン店です。トッピングはチャーシュー、味付け卵、海苔、メンマなど。ラーメンの値段はだいたい700円から1000円くらいです。ここで一蘭というお店の面白いシステムをご紹介しますね。一蘭は個室のような席になっています。これは他のお客さんと顔を合わせずに食事をするためです。人の目を気にせずに、ただ目の前のラーメンを食べることに集中する。日本人は食に貪欲ですね。注文は専用のチェック用紙に書くスタイルです。チェック用紙のところに自分の希望をチェックしていきます。麺の硬さやスープの濃さ、ニンニクを入れるかなど、自分の好みを選べます。チェックを書き込んだら、ボタンを押します。店員さんは小窓からラーメンを出してくれるので、プライバシーも守られます。英語メニューもあるので、海外の方でも安心ですよ。牛丼。日本には全国にたくさんの牛丼チェーン店があります。吉野家、すき家、松屋など、その数はとても多いです。牛丼は甘辛く煮込んだ薄切りの牛肉をご飯の上に乗せた料理です。すき焼きに
とても似ています。価格はとても手頃で、普通サイズなら300円から500円です。大盛りや特盛りも選べて、100円プラスすると、より多くの量を楽しめます。注文は券売機で行います。店に入って食券を買い、それを店員さんに渡すだけです。これでスピーディーに注文できます。混んでいなければ1分以内で牛丼が届きます。テイクアウトやドライブスルーもできるので、忙しい人の強い味方です。居酒屋。日本の食文化において欠かせない存在である居酒屋。その中でも鳥貴族というチェーン店はお手頃な値段で親しまれています。鳥貴族は焼き鳥をはじめとするメニューが豊富で有名です。驚くべきことに、すべての料理とドリンクが一律327円で楽しめます。このおかげでいろいろな料理を気軽に試せるんです。メニューには焼き鳥だけでなく、サラダや揚げ物、煮物、デザートもあります。ドリンクも種類が豊富です。ビールやハイボール、サワー、日本酒、焼酎など様々なお酒を用意しています。予算は1人2000円から3000円あれば十分満足できますよ。営業時間は夕方から深夜まで。サラリーマンや若者のグループに人気です。鳥貴族を含む居酒屋チェーンは日本の飲み会文化を気軽に体験できる場所です。手頃な価格で日本の居酒屋料理を楽しめるので、外国人の方にもおすすめです。一人焼肉。日本の食文化はいろいろありますが、次はとても面白いものを紹介しますね。それは一人焼肉です。一人で焼肉？そう、焼肉はみんなでワイワイ食べるのがスタンダード。でも最近一人でも楽しめるスタイルがあるんです。決して友達がいない、孤独を愛するというわけではありません。美味しい焼肉をゆっくり味わう最高の時間なのです。一人焼肉のお店はプライベートを大切にしています。小さい焼き台があって、カウンター席や個室があります。一人でゆっくりお肉を味わえるのです。お値段はだいたい1000円から3000円でお腹いっぱいになります。食べ放題もあって2000円から4000円くらいです。一人焼肉は忙しい私たちにぴったりです。自分の時間で美味しい焼肉を
食べられます。新しい食のスタイルとしてどんどん広がっています。勇気が必要ですか？一度試してみると案外平気かもしれませんよ。いかがでしたか？気になるお店はありましたか？ぜひコメントで教えてくださいね。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はメロンソーダを飲みながら散歩です。私はメロンソーダが大好きです。緑がとても鮮やかで気分を爽快にしてくれます。今日は物の値段についてのお話です。皆さんはお買い物をするとき、価格を気にすることってありますよね。日本はユニークな国として知られています。特に商品やサービスの価格には大きな幅があるんです。同じ種類の商品でも高級品とお手頃価格の品との間には大きな差があるんですよ。これは海外の人にとっても重要な興味深い点だと思います。今回は日本の商品におけるこの大きな価格差についてお話ししますね。それでは早速始めましょう。食品分野。日本の食品価格はとてもユニークです。高級品と普通の品とで価格が大きく違います。例えばメロンがそうです。高級なデパートでは一玉10万円のメロンがあります。形も美しく甘くてプレゼントにぴったりです。でもスーパーでは1000円で普通のメロンが買えますよ。いちごも同じです。高級なものは1パック1万円ですが、普通のいちごは300円から500円です。牛肉もそうですね。和牛はとても高価です。特に神戸牛やA5ランクのお肉は 100g で1万円します。でも輸入肉やセールの肉は300円以下で買えますよ。食品は時間によっても価格が変わります。スーパーが閉まるときにはよく割引があります。だいたい半額になることが多いです。これは覚えておくといいですね。あなたの国ではどうですか？コメントで教えてくださいね。飲食店。飲食店も高級店と大衆店で大きな違いがあります。お寿司屋さんでは高級店のおまかせコースはだいたい3万円からです。ミシュランの星を獲得するようなお店になります。素晴らしい食材と職人の技で美しいお寿司をいただけます。でも回転寿司では一皿100円から。家族で楽しい時間を過ごせます。ラーメン屋さんも同じです。高級店では一杯3000円の特別なラーメンがあります。丁寧に作られた
スープや麺が自慢です。でも、普通の店では500円程度で美味しいラーメンを楽しめます。この違いは材料や立地、シェフの技術によるものです。高級店では食事だけでなく空間やサービスも大切にしています。予約が難しいこともその魅力の一つです。どちらも日本の文化を楽しむ素敵な方法ですよ。ファッション。高級ブランドのアイテムはとても高価ですよね。ルイ・ヴィトンやグッチのバッグはとても高いです。でもユニクロや GU のようなお店もあります。ここではもっと安い価格でおしゃれなバッグが手に入ります。セールの時はすごくお店が混み合うんですよ。スーツも同じです。オーダーメイドのスーツは50万円以上することもあります。しかし、ファストファッションなら1万円程度ととても安く買えます。この違いは使われる素材や作りの技術にあります。高級ブランドは品質と伝統を大切にしています。ファストファッションはもっと多くの人に楽しんでもらうために安くしているのです。私たちは自分の好きなスタイルを見つけることができます。自分の予算に合わせていろいろ選べるのがいいですね。日本の宿泊施設にはいろいろなタイプがあります。高級な旅館もあれば、お手頃なカプセルホテルもあります。価格の差は大きいですよ。例えば、高級旅館では一泊で10万円以上することも。そこでは広い和室やプライベートな露天風呂、豪華な食事が楽しめます。細やかなおもてなしも魅力の一つです。カプセルホテルはもっと経済的です。一泊3000円から5000円で必要なものが揃っています。スペースは狭いですが、清潔で機能的です。都市部では特に便利です。ビジネスホテルも人気があります。一泊5000円程度で快適な部屋があります。ビジネスや観光にちょうどいいです。日本に来る人は予算や目的に合わせて宿を選べます。日本の宿泊施設はいろいろなニーズに応えています。あなたにぴったりなところがきっと見つかりますよ。交通手段。日本の交通システムは世界中で評価されています。ですが、ここでも料金の違いがあるんですよ。新幹線のグリーン車はその違いがはっきりしています。グリーン車は飛行機のファーストクラスみたいなものです。普通の席より約5000円高いですが、その分広い席とリラックスできる空間があります。ビジネスマンはグリーン車を使って移動中に仕事をしたり、意図的に休息を取ったりしています。電化製品。電化製品にも同じことが言えます。例えば
高級な 8K テレビは100万円以上することも。でも基本的な32インチのテレビなら2万円程度で買えますよ。冷蔵庫も最新技術がついた大きなものは50万円以上します。ですが、一人暮らし用の小さなものなら2万円程度から手に入りますよ。日本では高いものと安いものの差が大きいです。これは外国の方にとっては驚きかもしれません。でもそれが日本の旅をもっと面白くしています。予算や好みに合わせていろいろ選べます。どうでしたか？皆さんの国ではこのように価格の差があるものはありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はオレンジサイダーを飲みながら散歩をしたいと思います。オレンジサイダーって響きがかわいいですよね。かわいいという言葉を聞いたとき、何を思い浮かべますか？クマのぬいぐるみ？大きな目のアニメキャラクター？それとも愛らしい笑顔の赤ちゃん？かわいいは日本語を超えて世界中で知られ愛される文化です。見た目の可愛さだけでなく、心を温める温かさ、無邪気さがあります。そして時には切なさも含む深い意味があるんですよ。日本初のかわいい文化はファッション、食べ物、コミュニケーションなど日常生活のあらゆる面に広がっています。今回はかわいいの魅力的な世界へご案内しますね。それでは早速始めていきましょう。かわいいの意味とは？かわいいは日本語でかわいいと書きます。意味は愛らしい、かわいらしい、魅力的なです。かわいいの特徴は大きな目、丸い形、パステルカラーです。でもかわいいは見た目だけではありません。無邪気さ、純粋さ、脆さも含まれます。かわいいは美しさだけでなく、社会的な役割もあります。日本では、かわいいは人間関係を良くし、緊張を和らげる効果もあるんですよ。後でお話ししますね。かわいいは日本の文化の一部です。あなたもかわいいを感じてみてくださいね。かわいいと表現できるもの。かわいいという言葉はいろいろなものに使われます。人については子供や若い女性に使うことが多いです。でも最近は年齢や性別に関係なく
使われます。例えば、赤ちゃんの笑顔や女の子の表情、おばあちゃんの優しい仕草もかわいいです。動物では子犬や子猫はもちろん、パンダやコアラ、カピバラもかわいいです。キャラクターはかわいい文化の代表です。ハローキティやポケモン、隣のトトロなど、日本のアニメや漫画のキャラクターは世界中でかわいいと思われています。仕草や行動もかわいいです。例えば、恥ずかしそうにする様子や一生懸命な姿、ちょっとドジな行動もかわいいです。ものについてもかわいいはたくさんあります。小さな文房具やパステルカラーの雑貨、丸いデザインの家電など、日常生活でかわいいものに出会えます。食べ物でもかわいいは大事です。キャラクター弁当や動物の形のお菓子、カラフルなマカロンなど、見た目がかわいい食べ物が人気です。このように、かわいいはいろいろなものに使われます。それぞれの場面で意味が少し変わります。この多様性がかわいい文化の魅力です。また、ブサカワという言葉もあります。ブサカワはブサイクとかわいいを組み合わせた言葉です。見た目はちょっと変わってるけど、どこか愛らしいものを指します。例えば、パグやブルドッグのような犬や、個性的な顔立ちの人がブサカワと言われます。この言葉は美の基準が多様化していることを表しています。次に、かっこかわいいです。かっこかわいいは、かっこいいとかわいいを合わせた言葉です。強さや成熟さといったかっこいい要素、愛らしさや親しみやすさといったかわいい要素、これを両方持つものに使います。例えば、クールなアイドルが時々見せるかわいい一面、スポーツ選手の凛々しい姿と笑顔のギャップ、こういうものがかっこかわいいと言われます。これらの言葉は日本の文化や感性をよく表しています。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。人間関係を円滑に。かわいい文化は人間関係を良くすることもあります。かわいいものを見ると多くの人が自然と笑顔になります。ポジティブな感情が生まれます。これにより緊張がほぐれます。リラックスした雰囲気が生まれます。かわいいものは共感を呼びやすいです。例えば、かわいい動物やキャラクターを見ると共通の話題になります。盛り上がりやすくなります。コミュニケーションがスムーズになります。なので、日本の若者はかわいいものが大好きです。街中にかわいいものがあふれています。
そして今日も女の子たちのこれかわいいの声がたくさん聞こえてきますよ。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日のテーマは恋愛です。日本人の恋愛観について皆さんと一緒に探っていきたいと思います。想像してみてください。あなたに日本人の恋人ができたとして、最初のデートで手をつなごうとしたらびっくりされてしまいました。なぜでしょう？または好きな人に愛してると言おうとしたら、まだ早すぎると言われてしまいました。不思議ですよね。実はこれらは日本の恋愛文化の特徴なんです。日本人の恋愛は控えめでゆっくりと進んでいくんです。今回は恋愛のコミュニケーションの取り方、国際恋愛事情、さらに日本の人気の恋愛ドラマも紹介しますね。それでは早速始めましょう。日本人の恋愛観。日本人のコミュニケーションスタイルは控えめです。そして間接的です。日本には察するという言葉があります。これは大切な概念です。言葉にしなくても相手の気持ちを理解することです。日本人はこれが得意です。例えばデートの時、寒いねと言えば、手をつないでほしいという意味かもしれません。これが日本人の恋愛コミュニケーションです。少し難しいかもしれませんね。でもとてもロマンチックですよ。若者の恋愛観。日本の若者の恋愛観は面白いです。最近は草食系男子と肉食系女子という言葉をよく聞きます。草食系男子は恋愛に消極的な男性です。優しいけどデートに誘うのが苦手です。女性からの連絡を待ちます。一方、肉食系女子は積極的な女性です。好きな人ができたら自分から行動します。デートに誘います。告白もします。これは昔の日本と違います。昔は男性が積極的でした。女性は受け身でした。今は変わってきています。でも全員がそうではありません。人それぞれです。恋愛に積極的な男性もいます。恋愛が苦手な女性もいます。これは個人の性格や経験によって違います。相手をきちんと見てくださいね。日本の
若者の恋愛観はどんどん変化しています。でも、相手を大切にする気持ちは変わりません。これが日本の恋愛の魅力だと思います。国際カップルの増加。最近、日本では国際カップルが増えています。外国人と日本人のカップルをよく見かけます。とても素敵ですね。でも、国際恋愛には楽しいことも大変なこともあります。まず、言葉の壁があります。お互いの言語を勉強する必要があります。でも、一緒に言葉を学べます。お互いの言語を教え合うのはとても楽しい経験です。文化の違いも大きいです。例えば、スキンシップの考え方が違います。欧米では公共の場所でキスをするのは普通です。でも、日本では恥ずかしがる人が多いです。食べ物の好みも違うかもしれません。家族との付き合い方も違います。日本では家族の意見が大切です。結婚するときは家族の承認が必要です。外国では個人の意見が重視されます。この違いは時々問題になります。でも、この違いが面白いんです。お互いの文化を学べます。新しい発見がたくさんあります。皆さんもいつか日本人と恋愛するかもしれません。その時はお互いの文化を尊重してくださいね。そうすればきっと素敵な恋愛になりますよ。日本で人気のある恋愛映画、ドラマ。日本の恋愛映画やドラマを見たことありますか？とても面白いですよ。日本の恋愛文化がよくわかります。人気の映画から紹介します。君の名はという映画を知っていますか？とても綺麗なアニメーションです。男の子と女の子の体が入れ替わる不思議な物語です。そして二人は恋に落ちます。花より団子というドラマも有名です。お金持ちの学校が舞台です。かわいい女の子とかっこいい男の子たちの恋愛物語です。逃げるは恥だが役に立つというドラマも人気です。契約結婚がテーマです。現代の日本の若者の恋愛観がよくわかります。コメディタッチでとても面白いですよ。これらの作品には日本の恋愛の特徴がたくさん出ています。日本の恋愛表現をたくさん学べますよ。間接的な愛情表現もよくわかります。日本の恋愛は少し
難しいかもしれません。でも、とてもロマンチックです。ゆっくりと関係を築いていくのは、とても素敵なことです。ぜひ、日本の恋愛映画やドラマを見てみてください。楽しみながら日本の恋愛文化を学べますよ。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼っていますので、そこから見てくださいね。今日はここまでです。